暑すぎ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然角化シヌピーです。今回はこちら、何かわかりますか？B プロというメーカーのサイドミラー超撥水コートを購入しました。これ以前に動画のコメント欄で使ってみてもらいたいっていうコメントがあったので今回購入したんですが、どんな商品か簡単に説明すると、車のサイドミラーに施工する超撥水コートそのままです。似たような商品で言うとガラコのミラーコートゼロ、あんなような感じです。過去に動画公開したことはあるんですが、まだ見てないっていう方はね、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。で、金額が Amazon で購入したんですが 200ml 入って1850円です。で、商品の特徴としてはミラーコートゼロって若干白っぽくなるんですよ。施工した時にポワーンってこう白っぽくなっていく。で、徐々にこう落ち着いていくんですが、それでも未施工に比べたら白っぽくなるんですよね。その白い曇りがこの B プロのサイドミラー超撥水コートにはないということです。だからミラーコートゼロで使ってるんだけども、なんかちょっと白く曇った感じが嫌だなっていう方とかはもしかしたらいいかもしれない。まあそこら辺はね、実際に比較をしてみたり、あとこの水滴がつかない系のコーティング剤だと思うんですよ。で、ミラーコートゼロもそうだし、ゼロワイパーっていうフロントガラスに施工できるやつ、あれも水滴がつかないっていう撥水コートなんですが、あの辺はもう大体もうこすると落ちちゃうとか、そういったデメリットとかもあるので、この商品はどうなのかっていうのを実際に使いながらね、見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。このサイドミラーに施工していこうと思います。で、現状なんですが、こういった感じですね。水をかけても、油膜とかがついていてかなり見づらい状態です。こういう霧状の水がかかった時、雨とかかかった時にこんなんじゃ見えないですよね。こんな状態です。分かりやすいね。そしたら実際に使っていこうと思います。で、まずは汚れとか、油膜とかを最初に落とす必要があるので、黄色瓶ゴールドでいきます。ちょっと水垢とかもあるからね、この辺も一緒に落としたいな。そんな頑固な水垢じゃないので簡単に落ちると思います。で、この辺はね、水垢取りパッドとかすごい使いにくいんですよ。硬いと。柔らかいスポンジの方が使いやすいですね。こんな感じで弾かなくなるまでこすっていきます。これもある程度油膜とか落ちたので一回水かけますね。こんな感じ、浸水状態でかなりクリアな感じですよね。そしたら下処理は終わりです。で、このサイドミラーは乾いた状態で施工してくださいということなので、一回水気を取って使用方法を見ながら使っていこうかなと思います。はい、そしたらまず使い方なんですが、取扱説明書が入っています。で、重要なこととしてはまずここですね。使用してはいけない箇所、着色、浸水撥水加工、超音波など特殊加工されたミラーやガラス以外のミラーには使用できません。ここ重要です。要はここですね。本製品はサイドミラー専用撥水剤です。自動車塗装等へは使用しないでください。サイドミラー以外は使用してないでくださいといった認識で問題ないと思います。あと施工する際には手袋や保護具などを着用してくださいと。で、あとは、炎天下の中では施工しないでくださいとか、ちょっと今から日陰に入れようかなと思うんですが、そんな難しくなさそうで、使用方法裏面に書いてあって、まずは洗浄しますと。ミラー面に付着している汚れや油分などを除去し水分を拭き取ります。これね、僕いつも思うんですよ。乾いた状態で施工しないと失敗するケースのある商品、これとかも濡れた状態じゃ使えないんですよ。それを事前に洗わないといけないってなった時に、意外にね、綺麗に拭き取ったとしても水分が隙間に残ってたりしてなんか失敗するケースあったりするんですよ。だからね、この辺ちょっといつもね、やりづらいなと思ってます。2番ですね。超撥水コート剤をミラー面上部からスプレーしてください。使用量の目安は普通乗用車のドアミラー1枚に対してスプレー6から8回ですと。で、ミラーカバーとか塗装面にはつかないようにしてください。こういった感じで下の方とかは、クロスとかで押さえながらやるといいですよと。で、ミラー以外にコート剤が付着した場合はすぐに濡れタオルなどで拭き取ってください。で、最後乾燥させて終了。すぐに乾燥が始まり一時的に白くなりますが、乾燥すると透明に仕上がります。で、これはミラー
コートゼロも同じです。で、米印で塗布後は絶対に施工面は拭かないでください。超撥水効果が失われますって書いてあるんですよね。ちゅうことは、これも指でこすったりすると落ちちゃうといった感じですね。ミラーコートゼロと同じですね。簡単に落とせるっていうのもいいところなんだけどね。最後の方に書いてありますが、仕上がりが悪い時は一回きれいに拭き取ってから再度スプレーしてください。拭き取って落とせるからできることで、完全に乾燥するまで水に濡れないようにしてください。約1時間といった感じです。使い方は本当ミラーコートゼロと同じですね。で、ミラーコートゼロはエアゾルタイプのシューッと吹きかけるタイプなんですが、これはプッシュ式のスプレータイプになってます。この辺が違うのかなといった感じです。あと施工後のその仕上がりの違いをちょっと見たいなとは思っております。そしたらもうサイドミラーも乾いたと思うので施工していきますか。はい、そしたらミラー乾いたので影で施工していきます。なんか沈殿してることがあるみたいなんだけど、一応振って、でミラーの下にタオルを当ててスプレーをしていく。5プッシュぐらいやってみます。7ぐらいいきましたね。全面に綺麗にかかるように吹きかけました。そうすると白っぽくもやっぽくなってますね。わかるかな。なんとか間に合った。まだこの辺がちょっともやっとしてる感じ若干あるけど、これで1時間乾燥させて終了と。確かに白っぽさないな。そしたら1時間後にちょっと水をかけるんですが、その間にミラーコートゼロやってみようか。はい、そしたらミラーコートゼロを購入してきたので半分ずつ施工してみようと思います。極力反対側に行かないような形で、まず手前側ミラーコートゼロいきます。施工が終わりました。これも簡単ですね。上の方から徐々に分かります。こういった感じで白くなって、それがどんどん透明になっていきます。で、下地処理の方はもう先に済ませてあるのでご心配なくと。で、奥側こっち側に B プロのサイドミラー用の撥水コートを施工していきます。だから内側いきます。こんな感じでいいかな。そしたらこれも1時間放置して最終的に白っぽさの違いみたいなのを見ていけたらいいなと思います。ここもモヤモヤ出てますね。で、その間に反対側1時間以上経過したので性能を見ていきます。はい、そしたら霧吹きで水をかけていきます。跳ね返されます。これ今ここに見えてる水滴あるじゃないですか。これって全部ガラスにかかったのが跳ね返ってきてます。あれちょっとつくね。ミラーコートゼロとかの方がもっと全然つかないイメージあったんだけど、真横から見てみます。かかってるけど跳ね返されるけど、もう大量にかけていくとどうなんだろう。あ、それでもかなり撥水してますね。けど若干はつきます。すごくないですか。で、実際はサイドミラーは走行中このカバーの方に水当たるんですけど、こうミラーの方にはそんなね頻繁に当たることはないんですよ。車止めてる時とか低速走行の時に結構つきやすいんですが、こんなビシャビシャかかることは基本的にはないです。こういう遠くからこう霧雨とかがこうかかることはあるんですけど、これも風で飛んでてね、なんかちょっと白っぽくなってるの若干で、一応、耐久性という意味で指でこすってみます。軽く2回ぐらい横棒引きました。これでどうなのか。あ、弾いてるけどやっぱ若干弱くはなってるね、この部分。で、思ったより耐久性ありそう。ホースでしっかりめに水かけてみます。こんな感じ。あ、弾くけどちょっと後で試してみようと思うんですが、ミラーコートゼロの方が全くつかない感があったような気がする。水弾きがいいねっていう感じで、これもずっとやってるとどんどん落ちていきますけど、こういう風に水が当たることはほとんどないので、これはねかなり耐久性はある方かなと思っています。はい、そしたら半分施工したところ乾きました。で、どうでしょう。もうマスキングテープ剥がしてあるんですが、境目があるの分かりますかね。これカメラじゃ非常に分かりにくいんですが、もっと上からの方が分かりやすいかな。こうした方が分かりやすいですね。真ん中マスキングテープのところ、ここはかなりクリアなんですが、両サイド若干白っぽく見えますよね。で、どっちの方が白っぽく見えるかっていう話でいくと正直分からないレベル、同じぐらいです。で、運転に支障があるような白っぽさではないです、両方とも。けど何もしないよりかは白っぽくはなっておりますといった感じですね。比較しといてよかった。
そしたらちょっと水かけてみましょう。まずは霧吹きで軽くいきますか。こんな感じ。ミセコと比べると全然違いますよね。でちょっと多めにかけてみます。やっぱりちょっとね B プロの方がつきやすいかなっていう感じは若干あります。両方ともこんな感じで水が弾かれる感じですね。あと耐久性的なところでいくとやっぱミラーコートゼロの方があまり耐久性ないかも。ホースに水かけてみます。いきますね。ほら耐久性はやっぱあまりないね。ちょっと指でこすってみます。もうミラーコートゼロ結構落ちてきちゃったんだけど、真ん中ら辺4回ぐらいヒントいきます。B プロもかなり落ちちゃったけど、こう水を強烈にかけまくると B プロの方はまだ弾いてますけど、ミラーコートゼロはだいぶ弱まりましたね。これはかなり大きな差なんではないでしょうか。耐久性を求めるんだったら B プロの方が良さそうですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら B プロのサイドミラー超撥水コートというものを使ってみました。で、使ってみた感想としては耐久性がこういった商品の中では優れている商品なのかなと思いました。で、一応ねガラコの似たような商品です。ミラーコートゼロ、こちらと比較してみたんですが、水弾きで言うとミラーコートゼロの方がつかない感あるけど、耐久性で言うと B プロの方があるなと思いました。けど指でこすると両方とも落ちてしまうので、微妙なところっていうのも、そのミラーコートゼロの耐久性が悪いっていうわけじゃなく、今回かなりね過酷な、あんな水がかかることはあんまないんですよ。なので結構ね過酷なその耐久テストではあったと思うんですが、けど差っていうのはねしっかり出たので、耐久性少しでも持ってもらいたいっていう方は B プロの方がおすすめなのかなと思います。あと容量もね 200ml で1850円でしょ。でミラーコートゼロが 40ml でこれ700円ぐらいしたんですよ。なので B プロの方がかなりコスパもいいです。気になっていた白くなりにくいっていう部分なんですが、両方とも若干白くなります。そこの違いはなかったです。 B プロの方がクリアだなっていう感じもしなかったし、運転に支障が出るような曇り方ではないんですが、両方ともミセコと比べて白っぽくなるっていうのは確認できました。なので耐久性求めるんだったら B プロ、あとコスパも含めてね、B プロ使っとけば問題ないのかなって正直思います。ちょっとねミラーコートゼロはコスパ悪いのと、やっぱちょっと落ちやすいかなっていう感じは若干ありますといった感じです。気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。